にちは、ほうせんです。本日はこれだけは押さえておこう三節法と筆使いということで、毛筆で文字を書くときによく聞く支筆や収筆という言葉から止め、跳ね、払いのような筆使いまで一気にまとめて解説していこうと思います。本日の内容はどれも非常に重要なものとなっています。ぜひ最後までご覧ください。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速始めます。はい、それではまず三節法についてお伝えします。本日の動画では一度はどこかで聞いたことがある、またはもうすでに知っているという言葉が出てくると思いますが、今後字の学習をする上で頻繁に出てくる言葉ばかりですから、明確に覚える、そのような気持ちで動画を見ていただけたらと思います。はい、では三節法の説明に戻ります。節法というのは、筆の動き、リズムのことを言います。こちらをご覧ください。こちらの横の線、横角を書く場合、筆を左上斜め45度の角度で書き始めて、最後はしっかりと止めて、はい、このように書きます。この書き始めの部分、こちらを1番として、真ん中の部分を2番、そして最後の部分を3番とすると、一つの線に対してこのように3つの動き、3つのリズムに分けることができます。これを三節法といい、それぞれに名前がついています。1番の書き始めのことを始筆または起筆と言います。この始筆や起筆といった呼び方の違いは書道会によって違いますが、どちらも書き始めのことを指しています。次にこちらの2番、こちらを送筆と言います。はい、そして3番のことを収筆と言います。はい、こちら文字を書くときは短い線でも曲がった線でもこの始筆、送筆、収筆はありますので、簡単に3つほど見ていきたいと思います。少し書きますのでお待ちください。はい、では一番上の短い線、この始筆はこの部分です。そして短いですが真ん中のところが送筆、そして最後が収筆、こちらになります。縦の線も同様に書き始めを始筆、真ん中の部分は送筆、そして最後こちら収筆になります。こちらが始筆で、この曲がった部分、こちらすべて2番の送筆になります。こちらの部分すべて送筆の2番です。そして最後こちらの部分が3番になります。この2番の送筆や3番の収筆にはいくつか書き方に種類があって、その筆使いのことを曲がりや跳ねや止め、このように呼びます。例えば2番の送筆について、こちらはまっすぐなんですけれども、こちらはぐっと曲がっています。この2番の筆使いのことを曲がりと言います。はい、そして最後の3番収筆についてなんですが、こちらとこちらはしっかりと止めていますが、こちらは上に向かって、はい、このように跳ねています。この筆使いのことをこちらとこちらは止めです。はい、でこちらは跳ねと言います。
このように2番と3番の筆使いにはいくつか種類がありますので、今から順に見ていきたいと思います。はい、それでは2番の双筆の筆使いについてお伝えします。今回3つご紹介します。まず1つ目は、はい、このように丸くならずに角度を変えているところ、こちらとこちらです。この部分のことを折れと言います。続いて2つ目についてです。書きますのでお待ちください。はい、このように丸くなって曲がっているところ、こちらのことを曲がりと言います。では最後です。曲がりほど、角度はついていないんですが、適度な丸みをつけて書くこのような線の筆使いのことを反りと言います。はい、ここまで大丈夫でしょうか。引き続き筆使いの説明をしていきます。では3番の収筆の筆使いについてお伝えします。こちらも3つの筆使いをご紹介します。はい、ではまず1つ目です。最後をしっかりと留めているこのような書き方の筆使いのことを留めと言います。続いて2つ目です。はい、このように最後の収筆を紙から筆を離すとき、勢いよく跳ね上げている書き方の筆使いのことを跳ねと言います。では最後、収筆の3つ目の筆使いについてです。このように紙から筆が離れるとき、だんだん細くする、収筆の筆使いのことを払いと言います。こちらは右方向への払い、こちらは下方向への払いです。はい。今回紹介したこれらの言葉は字の学習をしているとよく出てくるものばかりですから、明確に覚えておくようお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。私が運営する宝泉書道チャンネルでは、日常で使える字の書き方を中心に動画投稿をしています。もしこの動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。